はい、皆さん、こんにちは。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今回は東海道新幹線ののぞみが全席、指定席になる可能性についてお話をしていきたいと思います。結論から言いますと、僕は近いうちに全車指定になるんちゃうかなって思っています。っていうのも、もともとのぞみっていうのは全車指定やったんですよ。1992年ののぞみ300系で初めて設定されました。JR 東海の作った車両で初めてオリジナルの車両ですね。自社製作で初めて自分とこで作った車両、それが300系やったんですけども、この時、全車指定でした。自由席はございません。そもそものぞみっていうのは、航空機と競合するために作られた最速列車なんですね。確実に予約して座ることができるっていうのが前提のサービスやったんです。つまり、のぞみイコール指定席っていうのが本来の姿なんです。自由席はあくまでも追加されたもの、後から。じゃあなぜ自由席が設定されたのか。ずーっと指定席で行ったらよかったやんってなると思うんですけども、そもそも日本の鉄道の文化として、急行文化っていうのがあるんですね。その急行文化っていうのは、自由席で乗れるっていうのが普通っていうのが大多数の認識なんです。で、東海道新幹線の需要が大きすぎます。当日乗りたい人の需要があまりにも大きいんで、指定席だけでは吸収することできないんです。いくら新幹線が1時間に10本以上走ってるとはいえ、自由席でも座れる可能性が、当時はですよ、当時、まだ自由席が設定された当時からしたら、新幹線は高頻度で運転することできるんで、1時間に10本以上走っています。そのため自由席でも座れる可能性があったんですけども、高かったんですよね。こういったいろんな理由があって、のぞみにも自由席が設定されるようになったんですけども、しかし自由席の構造っていうのはもうすでに限界が来てると思います。そもそも論を言いますと、新幹線ってみんな新幹線新幹線言うてますけども、これ特別急行列車なんですよ。特別急行列車って何かといえば、国鉄、今の JR にはもう急行ってないんですけども、特急っていうのは特別急行列車です。で、急行列車っていうのは普通急行列車なんです。特別急行列車っていうのは、そもそも全車指定が基本です。で、普通急行列車っていうのは、全車とは言いませんけども、自由席がメインなんです。で、後から特別急行列車に L 特急とかいろいろ出てきて、で、自由席が追加されて、結果、そのまま新幹線に行って、で、自由席と指定席が混在の状態で設定されて、で、ビーと行って、で、1990年にのぞみができて、全車指定、で、また自由席追加っていう流れなんですね。じゃあなんで自由席が限界になってきてるかと言いますと、インバウンドの増加ですよね。そして、新大阪、東京でめちゃくちゃ自由席並びますし、で、荷物が多いでしょ。で、案内が大変。それ乗降に時間かかる。もうね、定時運行、そろそろね、厳しいんですよ。多分この動画が投稿される頃合いには、おそらくお盆やと思います。お盆の新大阪、東京、もうどこでもいいです。ターミナル駅行ってください。めちゃくちゃ混んで、後の列車乗ってくれって言っても、もうそんなことはできませんっていう感じで一つ目かけるんです。今、のぞみはね、お盆シーズンとか再繁忙期は全車指定にしてるんで、そんなことはないでしょうけども、それ以外の光とかね、めちゃくちゃ混むと思いますよ。そういったね、定時運行もできない。そしてお客さんがね、挟まれるリスクとか、いろんなあるんで、それやったら指定席化にした方がいいよね、といったね、話になってくるわけなんですよ。じゃあ、日本だけが自由席あるのが特別なんか、海外はどうなんかといった話になってきますと、世界の高速鉄道っていうのはほぼほぼ全社指定です。フランスの TGV とか、イタリアのフレッチャロッソとか、スペインのね、まあ、AVE、なんて言うんでしょうね。アベですね。アベか。アベとか、あとは韓国の KTX、いろいろあります。あとはドイツの IC とかいろいろあるんですけども、基本的に大体指定席です。完全予約制です。乗っけてやっていうのは基本的に突然言ってもできません。のぞみの全席指定化っていうのは、世界標準に近づく自然な流れなんですね。
JR 東海としても、全席指定化っていうのは合理化の一種の流れと僕は思います。っていうのも、乗車位置が固定されて安心になりますし、乗降スムーズです。乗る人も大体分かってくるんで、収入の面でも大体予想つきますし、車内も混雑しません。ちなみにですけども、のぞみが全車指定席化になる前ですよね。なんで、いつか忘れましたけども、再繁忙期、自由席の人が指定席の方に流れ込んでくる。うん。何のために俺は指定席取ったんっていう風な感じに思ったという声もね、あったとか、なかったとか。そりゃそうですよね。並ぶのが嫌やからとか、確実に座りたいからとか、いうことで指定席を取ってる。もちろん指定席料金には、その空間料金ってのは入ってません。設備料金ってのは入ってませんけれども、やはり少しでも混雑したところが嫌やからということで、指定席を取ってるっていう方が多いんでしょうけれども、めちゃくちゃ乗ってこられたら嫌ですよね、通勤電車みたいに。でもそれやったら全車指定席化にした方がいいよねっていうのが多分いろんな人の意見なのではないかなと思います。うん。では、いつね、指定席化になるんでしょうか、全席。個人的な予想なんですけど、N700S が今、JR 東海で増備してますんで、この増備が終わったらおそらく全社指定になるんちゃうんかなと思います。その他の要因もですね、インバウンドの増加が続いたりとか、自由席の混雑がね、これ以上ひどくなってきたりしたら、もっとこの指定席化っていうのは全社早まる可能性はありますけども、最初はこの自由席の縮小から始まりまして、で、最終的には全社指定席化ということになっていくんでしょう。現に去年は確かお盆とか年末年始、そしてゴールデンウィークの全社のぞみ指定席化だけやったと思うんですけれども、今年はですね、シルバーウィークやら3連休やらいろんな時にね、のぞみの全社指定席化っていうのが設定されるようになってきてますんで、今後、本当にもうほぼほぼ自由席がある期間っていうのはなくなってくるんちゃうかな。そして最終的には年間通して全社指定席化になってくんじゃないかなと思っております。指定席料金、再繁忙期でもプラス400円なんで、400円払って確実に座れる方が個人的にはいいと思うんですよ。自由席並ぶの超めんどくさいですし。で、並んだ結果、乗れたはええけど、僕も経験あります。新大阪から広島までずっと立ちっぱやったんですけども、もうしんどくて、ついから絶対指定席取るってなりましたもんね。乗れるだけでええっていう人からしたら自由席残しといてほしいでしょうけども、基本新幹線って座って移動するもんなんで、個人的に指定席から問題ないんじゃないかなといったところです。さあ、皆さんはどういった意見をお持ちでしょうか。のぞみの全席指定席化。いや、俺はちょっと困るで。だってさ、自由席やったらちょっとでも安いやん。安い金額で早く行けるんやったら残しといてほしいという人と、いや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 、確実に座れて400円とか200円払えるんやったらそっちの方がええわ。そもそも混んでるとこ嫌やしっていうね、人、意見、いろいろあると思います。その意見とかをね、この動画のコメントの方に書いていただけましたら、僕は幸いです。はい。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルですね、こんな風に、鉄道のね、なんでしょうね、雑学、たまたまね、今回こんな風に動画を上げましたけれども、のぞみの全社指定席化というテーマで投稿しましたけれども、こういったお話とか、あとはそうですね、バブルの遺産のところ行ってみたりとか、たまに旅行したりとかね、いろんな動画上げておりますんで、YouTube のチャンネルポチ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 見ていただきまして、もしよかったという動画ありましたら、チャンネル登録、そしてグッドボタン、そしてコメント等々をしていただきまして、次回の動画を楽しみにお待ちください。皆さんのコメント、高評価、チャンネル登録等々がですね、動画制作の励みになっておりますので。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた、さよなら。